。岩崎です。私は今ここにいます。じゃじゃーん。乗鞍岳に登ろうと思います。ここは山頂が3000メートルあるんですけども、今ここにいる畳平という場所ですでに2700メートルあります。ということで登るのは300メートルとお手軽に3000メートル級の山に登れるということで、以前からずっと来たかった場所です。それでは行ってきます。今回歩く乗鞍岳は岐阜県と長野県の県境に位置する標高3000メートルを超える山です。乗鞍岳と聞くと一つの大きな山を思い浮かべる方も多いかもしれません。ですが実は乗鞍岳というのは一つの山の名前というよりもいくつもの峰が集まった山々の総称です。その数は23の峰。その中で最も高いのが標高3026メートルの剣ヶ峰です。剣ヶ峰は乗鞍岳の最高峰であり、日本の山の中でも19番目に高い山とされています。日本には3000メートルを超える山が21座ありますが、その一つがこの乗鞍岳。実は日本百名山の中でも最も気軽に3000メートルの世界を体験できる山の一つとして親しまれています。そして乗鞍岳という名前にも面白い由来があります。山頂付近の姿が馬の背に乗せる鞍に見えたことから乗鞍と呼ばれるようになったと言われています。昔の人たちは遠くからこの山の姿を眺めて馬に鞍を乗せたような形に見立てていたのかもしれません。そう思って山の稜線を眺めてみると、名前の響きにもどこか優しさを感じます。そして乗鞍岳を語る上で欠かせないのが火山としての姿です。乗鞍岳は現在も活火山に分類されている山です。ただし今は火山活動がとても静かな状態にあります。山頂付近にはかつての火山活動の名残が今も残っています。例えば権現池や紀江津ヶ池、そして火口の跡や火山によって作られた地形。私たちが今見ているこの雄大な景色は長い長い時間をかけて火山活動によって形作られてきたものです。何万年という時間の中で噴火を繰り返し、山が盛り上がり、火口が生まれ、池ができ、今の乗鞍岳の姿になっていきました。ただ美しいだけではなく、目の前に広がる景色の一つ一つに地球の歴史が刻まれている。そんな雄大な時間の流れに思いを馳せながら、最高峰剣ヶ峰を目指します。はい、ということで登り始めています。どこを見ても絶景です。めっちゃ綺麗。山肌に雪が積もっているのもとても綺麗です。いやー、すごい。はい、ずっと来たかった乗鞍岳、やっと来れました。毎回天気が悪くて諦めたり、もうバスが通ってなかったりとタイミングが全然合いませんでしたが、満を持して来れました。雪が溶けている。空気です。と今40分歩いて、そして8です。今回の乗鞍岳でもスンとバーティカル2が登山をしっかりサポートしてくれました。標高や現在地、ルートなど必要な情報をすぐ手元で確認できるので、歩くことに集中できるのが大きな魅力です。余計な心配をすることなく、景色や登山そのものを楽しむことができました。そして個人的に一番気に入っているのはディスプレイの美しさです。日差しの強い稜線でも視認性が高く、地図や情報もとても見やすいので、思わず何度も画面を見たくなるほど気に入っています。概要欄にリンクを掲載していますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。すごい綺麗だよ。
花崗岩だからこういう色の石がやっぱちょっと標高が高いからか、ちょっと歩いてはすぐ息切れしている気がします。あ、雪がまだ残ってる。ちょっとずつ続いています。おー、綺麗。おー、綺麗。めっちゃ綺麗。いやー、綺麗。これ何やってんだろうね。いやー、めっちゃ綺麗。結構感動しております。舞鳥さんいないかな。結構鳥は飛んでるんですけど、ちょっと何の鳥かわからなくて。あそこ、あんだけちょっとまだ雪が残っています。チェーンスパイクいるかな。すごい。これはチベタイよ。ちょろ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 。春の訪れを感じるね。星と光って書いてある。綺麗だろうね。今ね、星と光を見て空を見上げてしまう。いいね、止まって星見たいね。はい、ということで片野小屋から急登になります。ここから300メートルはほぼここでぐっと上がるという感じです。でも若干下るっぽい感じになってきました。ということでここを上がるっぽいです。足跡があるから歩きやすい。こんにちは。よいしょ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 。はい。よいしょ。よいしょ。声がビヨーってあれできる。この森林限界の白い木がいつも気になっています。なんで白くなるんでしょうか。知っている方がいたら教えてください。あとこうやっぱ斜めになるのは風の影響なんでしょうか。今ちょっと息切れしてるから結構上がったのかと思いきやまだ全然上がってません。今300メートル上がりました。あと300メートル、あと100メートル上がります。はい。
まだまだです。4分の1ぐらいかな。続けますはい、ちょっと雪の部分をほら、いいわ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よし。して、富士山みたいです。そして、あそこ山頂です。もうちょっと。荒々しい感じの赤茶色の色。かっこいい。そして、あとちょっと山頂。かっこいい。結構、岩やざれたりがれたりしてるんで、ハイキングと思ってきたら結構大変ですので。私もここから見たとき、あれなんかここら辺が山頂なのかと思ったら、あれ奥に見えるかな、やばーってなった。お腹空いたよ、もう。お腹使い果たした。ここじゃないよ。最高。乗鞍岳の頂を目指していきましょう。あー、綺麗、すごい綺麗だし、いい匂いする。乗鞍岳頂上小屋着きました。また T シャツかわいい。素敵。あ、富士山も見えるっぽいな。見えないけどちょっと惜しいっていうか、上がりますか、もう一回。今日ライチョウ見えなかったかな。ちょっと早かったかもしれない。行きます。お、階段になってる。あ、ここはチェーンスパがなくても。わ、よいしょ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 。はい、よいしょよいしょ。結構な岩。よいしょ。到着。ということで、乗鞍岳山頂剣ヶ峰3026メートルいただきました。シャキーン。曇っている曇っている曇っているルルルル。いやー、うえー、真っ白。
真っ白。パンパンのまんじゅう食べます。3033メートル。はい、ということで下山します。ちょっとね、剣ヶ峰は山頂付近は結構スペースがないので撤退、安全に下山したいと思います。してよいしょ。足の爪が痛くなるのできつめに縛ります、下山時は。はい、ということで靴ひもを結び直して下山したいと思います。いきます。じゃあ行くよ。あ、歩きやすい。チェーンスパすごいね。でも全然違うよ。行きはちょっと面倒くさがってしなかったけど、なんか季節が冬に戻ったみたい。なんか寒いし。はい、無事チェーンスパ乗り越えました。じゃあチェーンスパ乗ります。片野小屋に戻ってきました。いや、もうここからはなだらかな道なので安心しきってます。ということでのんびりちょっと時間に間に合うように帰りたいと思います。はい、今回この白と緑のコントラストを見たかったんです。めっちゃ満足です。お花はまだ全然咲いてなかったんですけど、すごく綺麗です。また一ついい景色を目に焼き付けましたはい、ということで無事に下山してまいりました。乗鞍岳綺麗でした。いや、山頂はちょっと曇ってたんですけど、もう常に歩いている場所が綺麗で、いやー、久しぶりに絶景を見ながらの登山、大満足でした。日本百名山、そして3000メートル級の山ということで、装備をちゃんとしたら初心者の方も行けるんじゃないかなと思います。そしてここはですね、いろいろ山が他にもあってですね、簡単に登れる山もたくさんあるので、ハイキングとしてまた来てみたいとも思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。もしよろしければ高評価とチャンネル登録、タイプしていただけたら大変励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。